核兵器問題を扱った核情報というサイトを主催している田久保です。今日はそもそも再処理とはというところから始まって、6カ所再処理工場の現状まで駆け足で見ていきたいと思います。よろしくお願いします。再処理技術は最初、マンハッタン計画の中で開発されました。核兵器の材料のプルトニウムを取り出すためです。これが原子力の平和利用でも必要だとされたのは、ここに示したような状況が考えられたからです。ウラン資源は少ない。原子力発電が世界で急速に増えるだろうというのが基本的想定です。燃えるウラン235は天然ウランに 0.7% しか含まれていない。これを使う普通の原子炉に頼っていたのではウランが枯渇する。ウラン230から生まれるプルトニウムの利用が必要だ。そこで考え出されたのが使った以上のプルトニウムを生み出す夢の原子炉、高速増殖炉です。この炉に入れる最初のプルトニウム燃料は、普通の原子炉の使用済み燃料を化学的に採取して取り出せばいいということになりました。ところがウランは枯渇せず、増殖炉技術も難しいということが判明します。つまり再処理は必要ないということです。これは1974年に米国の原子力委員会が発表した予測です。2010年のところを見てください。原発の発電容量は米国だけで100万キロワット級の原発2300基分となり、高速増殖炉がその3分の2を占めるという予測です。下の方のミミズが張ったような線が実際の発電容量の推移です。現在の米国の状況はというと、軽水炉、つまり普通の原子炉は約100基だけです。高速増殖炉はゼロ。これを見れば、再処理が必要だとの主張の根拠になった予測がいかに外れていたかがわかります。米国の政策の転機となったのは、1974年のインドの核実験です。民生用のはずだった再処理計画で分離されたプルトニウムを使った実験でした。米国はこのインドの再処理計画に協力していました。1976年の選挙で登場したカーター政権は、再処理推進の政策の見直しを実施します。結論は、ウランは枯渇せず、高速増殖炉には経済性がないというものでした。つまり、高速増殖炉用に必要とされた再処理は必要ないということです。しかし日本は、1977年に東海再処理工場の試運転を開始します。カーター政権の中小生を聞き入れなかったのです。93年には6カ所再処理工場の建設を開始。完成予定は97年でした。年間約800トンの使用済み燃料を処理して、その 1% に当たる約8トンのプルトニウムを取り出す計画です。ところが95年には、文殊のナトリウム火災が発生します。高速増殖炉がこけたわけです。そして97年に、軽水炉でのプルサーマル計画が発表されます。ウランとプルトニウムを混ぜたモックス燃料を経済性がないのに無理やり燃やすというもので、これを2010年までに16機から18機で導入し、年間7トンから11トンを消費するという計画です。高速増殖炉側の需要がなくても、この計画があるから、6カ所の運転をして、プルトニウムを取り出しても大丈夫というわけです。ウラン資源の枯渇という問題がなくなったのに、再処理が続けられた結果がこれです。民生用のプルトニウムの量が急増し、軍事用を上回ってしまいました。現在では、軍事用220トンに対し、民生用約300トンという状態です。現在では再処理政策を継続しているのは5カ国しかありません。そのうちの4カ国が核保有国。非核保有国は日本だけです。米国は海外の顧客用の再処理をすでに中止しています。米国自身のガス冷却炉用の古い再処理工場も今年あたり閉鎖の予定です。
日本の現状です。フルサーマルは進まず、再稼働した木水量炉は4基だけ。年間消費量は約2トンです。保有量は約46トン。核兵器5700発分以上です。イギリスには日本のプルトニウムが日本に割り当て予定というものも含め約22トンありますが、この国には木燃料製造工場がないため、このプルトニウムをどうするのかが決まっていません。イギリス側は日本が金を払えば自国のものと一緒にゴミとして処分してあげてもいいと言っています。こういう状況にもかかわらず、日本は22年から6カ所の運転を開始して、25年度にはフル操業を達成するという計画です。年間7トン、核兵器約1000発分を取り出そうというわけです。運転開始が四半世紀近く遅れているから計画が破綻しているとよく言われますが、すでに見た通り計画は最初から原理的に破綻しているのです。実は建設の遅延は不幸中の幸いで、予定通りに運転が開始されていたら、今頃約160トンのプルトニウムが追加されていたことになります。では、不必要な運転開始の主な理由は何でしょう。使用済み燃料の行き場がないことです。再処理が前提だったため、原発のプールの容量が小さく設計されていて、満杯が迫っている。原発の運転を継続するためには、6カ所に運び出したいが、6カ所の受け入れプールも満杯。工場の運転を開始して工場に燃料を送り込めば、受け入れプールに空きができるというわけです。つまり再処理工場はゴミ置き場なのです。プルトニウム及びウラン、高レベル廃棄物を固めたガラス固化体、それにその他の廃棄物とゴミ分別をして保管する場所です。固化体はその後、最終処分場に送るという計画です。プルトニウムの方は木燃料にして軽水炉で燃やすと言っていますが、たとえそれができたとしても、使用済み木燃料は6カ所では再処理できない。これを再処理して利用するには、新しい再処理工場と高速炉を作らなければならない。ところがそんなことはできそうにないので、最終処分場に送ることになると見られています。これに対し、図の下側に示した道があります。使用済み燃料を乾式貯蔵した後、最終処分場に送る直接処分という方法です。この方が再処理路線より安全で安上がりです。原発利用を早期に停止する場合も、廃炉を進めるためには乾式貯蔵が必要です。原発を運転しているほとんどの国では再処理政策をとっておらず、多くの国で原発敷地内での乾式貯蔵が導入されています。日本では福島第一と東海第二で導入済みです。左側は福島の 3.11 の前、右は津波後の状態です。建屋が破損し、容器などに海藻が絡んでいるのが見えます。福島第一原発の事故の教訓の一つは、使用済み燃料プールでは冷却剤喪失事故が起きる可能性がある。そしてその際に、プールに燃料が詰め込まれている状態だと、プール火災の可能性が高くなるということでした。原子力規制委員会の田中前委員長は、就任当初から福島第一原発の乾式キャスクが無事だったことに触れ、安全性の観点から乾式貯蔵推進を提唱してきました。5年程度プールで冷却した燃料は空冷式のキャスクに移動をするようにという主張です。更田現委員長もキャスクに入れて転がしておく方がプールよりまだ安全とさえ言っています。乾式貯蔵を進めてプールをついた状態にすることは安全性強化につながると同時に再処理の言い訳の根拠を崩すことにもなります。現在、原発敷地外貯蔵用としては6つの施設がほぼ完成。敷地内用としては、伊方が事実上合格。さらに、浜岡、玄海が審議中という状態です。
最後にトリチウム放出問題について見ておきましょう。福島第一原発では、タンクに保管されたトリチウム汚染水の処分方法について議論されてきました。7年にわたる検討の末、海洋放出という案が出ています。何十年かけて放出という考えです。一方、6カ所では2006年から2008年にかけて使用済み燃料を使ったアクティブ試験というのを行った際、福島総量の約 2.5 倍を放出しています。フル操業になると、試験からの計計算でいうと、福島総量の約5倍が毎年放出される計算になります。6カ所での放出についてほとんど議論されていないのは、6カ所問題全体が軽視されていることを示す一例ではないでしょうか。日本原燃社長は、福島第一原発の汚染水対策最高責任者を務めた人物です。マスコミには、社長にこれらの数字の意味合いについて説明を求めてほしいものです。6カ所におけるトリチウム以外の放射性物質の放出問題についても同様です。再処理政策には経済性がなく最初から破綻しているということを見てきました。それにもかかわらず、日本はすでに核兵器6000発分ものプルトニウムを保有しながら、毎年約1000発分のプルトニウムを取り出そうということを計画しています。今日のお話が、この計画を中止させることは、日本の反核運動について最大の課題の一つであるということをもう一度考えてみる機会になればと思います。